アンニョン、パックンです。イケメンのソウさんを招待しました。普段は僕の個人的なストーリーを話しているんですけれども、僕以外にも日本に韓国の方いっぱいいらっしゃって、どういったストーリーがあるのか気になってまして、今日ソウさんを招待しました。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、今回では、なぜ日本に来たのかを中心的にいくつか質問したいと思います。まず軽く自己紹介お願いしてもいいですか？はじめまして。私の名前はソウと申します。今現在東京新宿区で会社を通ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういった系のお仕事ですか？電気の会社の仕事を今やってます。普通に会社員ですね。はい。よろしくお願いします。今日いつ質問あるんですけれども、まず一つ目はワーキングホリデーで最初日本にいらっしゃった時、なぜワーホリで日本に行こうと思ったんですか？僕、19歳の時、初めて韓国で会社に通ってたんですけど、電子の部品とか、日本の部品が多くて、そこから日本の技術とか学びたい欲求とかいろいろあって、日本で住んでみたい、興味を持って、で、ある友達がオーストラリアのワーホリとか旅行好きな友達がいて、じゃあワーホリ行ったらどう？おすすめしてくれて、ワーホリ行こうと思いました。でももともと中学生の時から景色とかアニメもちょいちょい見てたし、日本ちょっと好きだったんですけど、やっぱり仕事の影響が一番僕の人生にとって大きかったんで、電子の仕事をもっと学びたくて、それと日本っていう文化、生活、人々のそういうこといろいろ経験したくて、会社通いながらビザを準備して。電子というのは具体的に言うと、現場の仕事が多くて、ハンダ付け、回路を見て、ハンダをして、製品を修理すること。それがメインの仕事だったんです。それは面白かった、楽しかった。難しくてもう慣れるまでも3年ぐらいかかったんですけど、自分にとっては物を修理したり、触ったりとするのを自分にとってはそれが面白くて、興味があって。で、日本は電子とか有名だから、じゃあもっといろんな世界を見てみようっていう感じになって始めました。日本と韓国の電子の違いっていうのがどういった部分なんですか？やっぱり細かい技術ですね。部品の中に入っている半導体っていうものもあるし、製品をテストとかいろいろ、やっぱり細かい技術はやっぱり日本が一番だと個人的には思っています。それは日本に来て、じゃあ実際それ関連の仕事をしたんですか？そうですね。ワーホリ終わって韓国帰ったんですけど、その時コロナのせいで日本に来れないんじゃないですか、やっぱり。で、3年ぐらい待ってて、愛媛県っていう今治っていうところに船を作る。船を中に入っている配電盤とかいろいろ船を作る会社に電気エンジニアとして就職したんですけど、その時に思ったのが、電気の配線とかいろいろ片付けるとか、線をプラスとかマイナスといろんな回路、図面を見て、なんで日本が仕事遅いのかを、その時学んだ経験になりました。細かいから、その分時間がかかるということを、現場で働いてるから、その時、そう思いました。僕も思うのは、韓国は早くて、日本は遅いっていう、これは観光庁とかでも似たような感覚を感じるんですけれども、それの一つの理由として、仕事に向き合う姿勢だったりの、根本的な違いがあるというふうに僕は感じていて、それ電気の仕事の現場でもそういうことだったんです。そうですね。僕一人で現場の仕事をしてたんですけど、頼りにできる友達もいないし、その時寂しかったんですけれども、でも仕事的には自分にとってプラス要因になっちゃうので、それだけ考えて一生懸命やってたと思います。話戻りまして、ワーホリしてて、ワーホリ終わって、もう一回日本に来たということは、ワーホリしてみて満足したって。そうですね。自分の人生にとって一番楽しかった1年だったと思います。その1年っていう期間が短く感じることもあるし、でも長く感じるかもしれないんですけど、ビザ自体に自由じゃないですか。仕事してもいいし、働かなくてもいいし、勉強してもいいし、自分の自由なんですけど、その時たくさんのいい友達を付き合って、お祭りとかも初めて人生で行って、その時恋愛も、イケメンですか？いや。恋愛もしながら、バイトしながらもいろんなお客さんと対応して、日本の文化を学ぶ最高の経験だったんじゃないかなと今でもまだ思ってます。会社辞めたのを後悔しないくらい満足な1年過ごしました。じゃあその時の友達で一番仲良かった人はどんな人だったんですか？名前言ってもいいんですか？仮名でも。チュニョンっていう人なんですけど、その友達とほぼ毎日会ってお酒飲んで、人生の話をして、お互いに刺激っていうか、頼りにできる
唯一の友達。日本という異国で知り合いも誰もいない中で、まあ同じ環境にいる人と。そうですね。ワーホリ来て1ヶ月過ぎた頃に、94年生まれなんですけど、94年生まれの女の子がインスタ DM 来て、自分の友達の中で男の人がいて、同じ94年生なんですけど、もしよかったらあいつの友達になってくれませんかっていうお願いして、人大好きだから、じゃあ、ぜひって言って、初めて挨拶して、韓国人ですけど、生まれたのがオーストラリアで、オーストラリアに住んでます。ワーホリで一回韓国帰って3年間待ったと聞きました。そうですね。大学卒業してなかったので、その時はビザもらえない状況になってて、サイバー大学っていう韓国でやってる大学卒業できるシステムがあって、それを利用して、また日本に絶対行くっていう目指して、するために韓国帰ったんですけど、その時タイミングが悪くてコロナが発生して来れなくなっちゃって、ビザをもらったんですけど、新規入国はできない状況で、ずっと韓国で会社通いながら。でも家族が諦めてって、一瞬諦めようかなと思ったんですよ。でも、今じゃないとダメだっていう気持ちが強く来て、で、待ってたのは多分ちょうど3年ぐらいですね。日本に戻りたくて、通信大学行って準備して、通信大学も、仕事働きながらも、パソコンで授業を受けるっていうシステムだったので、週末に全部、時間ある時、授業を聞いたり、テストも全部ネットでするので、学期が終わったら確定をもらえる卒業証明書みたいなやつをもらって、それで書類とか全部出したら、一発で5年ビザを、その時愛媛の会社。4番目の質問なんですけれども、もう一回日本に帰ってきて、どういう気分だったのか、ワーホリ時代と同じ気分だったのか、ワーホリと違うだった全然違いです。全然違う。はい。なんか、初めてワーホリ来た時、旅行とかも来たことない状況で、ワーホリを初めて人生で来たので、東京成田空港に降りるんじゃないですか。その時リムジンバスで、新宿まで行ったんですけど、その時は怖かった気持ちを持ってたんですよ。ワーホリの頃。今回はなんか遊びじゃなくて、完全に住むためになんか来たんじゃないですか。ワクワクして、またワーホリの時の楽しい経験をまたできるんだ。楽しい気持ちで来たんですけど、想像とは違う。現実でしたね、今回は。この愛媛生活のお話は、次の動画で出したいと思うんですけれども、はい。まあその愛媛生活でいろいろ紆余曲折みたいなのがあったんですけど、はい、そうです。次の動画を楽しみ。で、5番目の最後の質問で、はい、で、まあ、愛媛生活があって、東京生活があって、今、日本に住んでいて感じる魅力、なぜ日本に住み続けたいと思ってるってところで言うと、自分が何をしても、周りから気にしない、住みやすい、全員じゃないんですけど、礼儀も正しいし、それも影響もあるんですけど、でも一番大きい理由は、自分に合う文化とか、人々の交流とか、もう仕事をするときも仕事終わったら自由。韓国はそういうことあんまりないじゃないですか。僕も日本はより個人主義的なイメージがあって。そうですね。例えば相手のなんかプライベート汚いとか、相手に無理して一緒に遊ぼうぜみたいなとかは、まあ自分で勝手に遊んで、集まる人は遊んでねみたいな。飲み会文化も上司が飲みに行こうっていう感じになっても、今日は先に帰りますって言ってもいいんじゃないですか。でも韓国は厳しいじゃないですか。飲み会文化も韓国の雰囲気みたいに厳しいところももちろんあるんですけど、それと自分の自己開発をできる時間がある。その自由を用いて自己啓発みたいなやつ。そうですね。なんかそういう。どういったものを自己啓発？僕は今ずっとやってる電子の資格をもっとやってみたいっていう気持ちが一番強いんですけど、なかなか今難しくて、いつも現場の仕事をやってたから、理論的には難しいところがたくさんあって、それと一番大きいのは日本語ですね。愛媛で住んだ時も一番辛かったのが日本語だったんですけど、日本語の中でも方言、訛りがひどくて苦労した記憶があります。はい。というところで、これで動画1本目終わりにしたいと思うんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。で、そうさんのインスタとか SNS は貼っときますので、ぜひそれも見てください。で、次の動画ではですね、そうさんが愛媛生活してみて日本ってどうだったのっていうところを詳しく見ていきたいと思います。本日以上で動画を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。アニョン。